土キルを防ぐためのやっぱり一つの取り組みにつながっていくので、即実行できるっていうね。大和村伊集院村長にお話をお聞きしたいと思います。伊集院村長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは大和村の特徴を教えてください。言うまでもなく大和村は、海と山に囲まれたもう自然豊かな村だというのが特徴だと思います。また大和村は、この当初町村制が始まって以来、合併をせずに明治41年に、始まってから今現在116年目を迎えている伝統ある私は行政自治体だというふうに自信を持っているところでございます。また、砂岡川町のサトウキビの発祥の地ということで、このサトウキビが山村に栽培されていないことは残念なことでありますけれども、奄美群島の基幹産業になっていることも私としては誇りとするものだというふうに思っております。そういう自然に囲まれたところで、村人が本当に、自然と共存しながら、そして安心して住める村づくりをずっと先輩たちが受け継いだものを今現在も続けて、また先に伸ばしていこうという政策を進めているところでもございます。また大和村には入口の国直集落の岬には6年前のセゴドンのロケ地にもなりました都崎がございまして、我々は学生時代から遠足で帰ってた場所が当たり前のような場所が本当によそから来た人たちにはもう奄美にこういう素晴らしいとこがあるんだということが着眼されて、本当に6年経っても今現在も観光客の方が訪れていることは我々もしっかりこの自然を守っていかなければならないという責任感を痛感しているところでもございます。そういう村ですけれども、この素晴らしいこの東シナ海に面した、こうして自然に恵まれた村人がこれからも、みんなで助け合いながら安心して住んでいただければというふうに思っているところでございます。集落が全部海と山っていうか海そうでです。すよね。そしてトンネルも山村は立地条件を私は恵まれていると思うんですね。本来ならトンネルは道路のこの急峻な地形の解消ですけども、それはどっかの集落が取り残されることなく、もう集落同士で結んでるずっとですね。そうだ。国直から今里まで。はい。はい。そうですね。そうだ。今目指している大金区都園間も、はい。今我々が要望しているトンネルも大金区集落と都園と結んでいくことによって集落間がまださらにこうしてなんかつながりが深まっていくんじゃないかなという思いも持ちながらですね、整備を進めていこうと思っています。いやありがたいです。私はその今里で中学校まで育っていった時と比べてもう距離も全然名瀬までも早くなってますし、でいやもちゃんともう今都園から人たちには申し訳なくて、はい。もう私も15年させてもらってもうしばらく待ってくださいっていうのが私のね、いやでもうもでちょっともです心残りがあるもんだからまたそこを実現しようということで、今頑張っているところであります。だいぶもうずっと山道を行っていたのに、このちょうど大和村から大棚のところとか都崎にやっぱり観光客の方もすごいいらしてるから、トンネルは本当に良かったですよね。トンネルができなくても、都崎という場所はですね、景勝地ですので、立ち寄ってもらう場所にはなっていただけると思いましたけれども、やっぱり普段からですね、やっぱり来やすくするためのが、やっぱり栗直を整備を充実していこうということで、遊具設置なんかをしたら、もうちょうどタイミングよくですね、トンネルのちょうど開通のその3月にあそこが完成して、同時にそこが生かされてきたもんですから。特産物とかも聞きたいんですけども、やっぱりいやも大和村といえばうすももですけれども、私が就任してからすももの加工品もジュースもなくて、自家製で以前はもう30年40年前は自家製ですもも酒を作ったりねしていたんですけど、それができなくなって自家製でそれぞれが家庭でジュースを作ったりしてたんですね。
でそれを特産にしようということで、あそこのマホロバ館っていうところをちょうど13年前に整備をして、そこがスタートしてですね、はい。女性の研究グループがあ試行錯誤をしながらはい商品開発にえ取り組んで、10年がかりでもう本当にはい市販できるようになってきたというのが今の現状ですね。あれですよね、すももジュースだったり、すももジジャム、ャムだったはい、り、タンカンジャムだはい。ったりですね、あジュースだったり、はい、今すももこっていうね、天日干ししたはい。天日干しというのははい。太陽の光でもう本当に干したものがはい。熟成されるっていうね、あこれは東京のシェフさんもはい。もう見込んでいただいて、はい、もう今年は、もう来年にかけて東京のレストランにはい。その天日干ししたすももは、おうセミドライフルーツということでへーちょっと今出荷できるようにですね、すごい。はい、今やるようになっております。素晴らしい。すいやごい。小さい村ですけど、はい。やっぱりその即実行できるっていうね、あ、やっぱりそうですよねあんまり時間をかけずにもうすぐに。挑戦していこうっていうのがはい我々職員と一緒になって取り組んでいる一つのやっぱりやり方であります。はあ。はい。そうなんですね。すごい。人口今この間392 1392人ですね。少子化と言っておりますけれども、15年前と比べてはい山村の合計特殊出生率は1.7ぐらいからはい今現在1.9近くまで上がってきて、ほう。その山村の数値のはなんで大きくは上がってないけど、なだらかに上がってきてるんですね。はあ。で私は就任してはい出産予約金とか医療費の無償化とか、あそういう子育て支援の充実を図っていって、保育料ももう無償化に近いし、そして0歳保育を6年前に始めまして、0歳から2歳児、そして2歳児になったら保育園に行くっていう流れでですね、はい、もうほとんどもう無償に近い形で、子育てができるということが、功を奏したんじゃないかなというのが我々が今、検証の結果を見込んでおります。友達がもう子供が生まれるから大和村に戻ろうかなって言ったのの理由にやっぱりそういったのもありました。その子育てするにすごくいい環境っていういやので。もうね、制度の良さが多分分かっていただいてるんじゃないかなというふうに思いますね。登録後に見えた課題と取り組みについてお聞かせください。たまに山に登ったりしますと、やっぱり知ってる方にそしてガイドをされて教えていただくと、自然にこの奄美のこの素晴らしさというのを痛感するんですが、その直々に訪れてみると、そこにあった植物がなかったりとかですね、本当にあるんですよ。ですから私はもうそれにはびっくりして、だから空港で持ち出しをチェックしてるっていうのは、これからも環境省と一緒になりながら、我々も対策を講じていかなければならないということも思っているところであります。そっかそっか。その自然遺産登録になったその植物だったり、この奄美の固有種とかの持ち出しとかってことですよね。それはもう我々が知らないところではどうなっているのか、ちょっと私はもうそう考えるとなんか怖いぐらいな気持ちになりますけれども、やっぱりそれを私たちがしっかりね、やっぱり意識をしながら、この自然をさらにね、守っていくことは当然ですけど、やっぱり周りの人たちに素晴らしさを伝えながら、お互いでやっぱり協力し合いながら、今まで通り私は自然を守っていく活動が大事じゃないかなというふうに思っています。今まで通りですね。本当確かに奄美のクロウサギの研究飼育施設もやっぱり固有種の保護に関して作っているっていうことなんですよね。あちら基本的には天然記念物の奄美のクロウサギを私たちが学生時代に飼育していたもんですから、その飼育展示をできないかというところからスタートしたんですけれども、ご案内の通りマングスが牧園宣言をして、そのおかげで2年ぐらい前からウサギが増えだして、ロードキルが急激に増えたということは、今まで見えなかった道路にクロウサギが出没したということで、今現在考えると怪我したウサギを我々のこのぐるぐるの施設で保護して、でそこで野生に
治療して野生に返すっていう位置づけの施設にもなってるということでですね。それと合わせて、はい。夜行性を見るためにはナイトツアーでしか見れないウサギを昼間でも見れる施設があったら、はい。やっぱり観光客が分散されて、あそれをやっあ、ぱりロードキルを防ぐための、はい。やっぱり一つの取り組みにつながっていくんじゃないかなと。はい。はい。そういう位置づけの、施設にはなっていくと私ははい。思っています。ああ、そうなんですね。私はあれでした、怪我したクロウうん。サギたちを、治療してあげて返すのだけの施設だと思ってたので、そうやってその観光地のその分散っていうの分は散化と、確かに、そしてやっぱりいいもう一つはですね。ですね、やっはい。ぱ子どもたちがうん。やっぱウサギのことをよく知ってもらうっていうことがね、身近に考えてもらうための施設にも、私はやっぱり人間っていう本能性は、はい。やっぱり生き物を直に見せることが私は大事じゃないかなと。地元の奄美大島に住んでても、奄美のクロウサギ見たことないっていう人本当にいっぱいいるので、そうやって子供の頃からそうやってね、触れるっていうか、いいですよね、それは。大体奄美の人たちは暗くなっていったら、うん。夜に散策行く人はほとんどいませんからね。晩酌が始まりまして、我々も宴会が始まったら、山に行かない。ナイトツアーで行くことはほとんどないというのが、私も常々そう思いながら、私も10年前に1回はい。夜にうん。職員とはい。見に行って湯湾はい。岳付近でおお。クロウサギを見たのが、もうそれが本当にあの夜見たのは初めはい。てでですね。はい。フォレストポリスとかにも、はい。あのもう出没、ですよね。だから今行ったら必ず見ます。ほんとですか？なんだっけ、マテリアルのガードをする滝の周辺。たびに、はい。あの、あれをしてるんですよね、フェンスじゃないですけど、あ、飛び出してこないように。そうですね。防護ネッネット。トをですね、ああ。地元の企業の皆うんうん。さんの協力をいはい。ただいて、へ共同え。で環境省と一緒に、うーん。ロードキルを防ぐたはい。めの、ああ。実験として今はい。やってます。へえ。効果は出てるようでありあますので、あ、ああ、良かったです、やっぱり。だからやっぱり見通しの悪い場所に、うん。防護柵を設置したらどうかということで、今、はい。我々もそういう取り組みをしていこうと思ってああ。ますので、はい。子供たちの、こういう環境についてとかの、出前講座とかそういったのとかもされてるんですか？それもうん。環境省と一緒に、は出前講座もしながらですあ。ね。しかしこの施設ができたら、もうできた暁には、はい、その施そこで、設で直にウサはい。ギを見てもらいながら、うん。ウサギが今、その単管の被害とかうん。ね、そういう被害もあるもんですから、はいはい。そういうウサギは守るだけじゃなく、こういう被害も起こしてるから、この保護の仕方をうん。いろんな形でやってるんですよっていうことをね、はい。奄美ならではのやっぱり環境学習が必要ではないかという学習。ことで、はい。この施設でも学んでいただうん。こうと思っています。しかもなんかあれですよね、餌になるヒサカキとかクチナシの葉を植樹してるんですよね。この間子どもたちにですね、ね。植栽をうしていただきーん。ました。実際うん。平川動物園うん。でああ、中でもこれまでうんうん。預かった個体のはい。中で餌をいろいろ研究されて、はあ。結果の中でへ好んでえ。食べると、いうことで、我々はい。もこれからうーもうウん。サギに美味しいものを提供しなければならないという、責任も思っはい。ています。はい。はい。ありがとうございます。すごい楽しみです。それができるのが来年の4月ではい、すか？来年の4月にはい。はもうオはい。ープンをする予定でもう進めておりますので。はい。じゃあ楽しみにしています。はい。大和村の新たな取り組みをお聞かせください。奄美で初のうん。温泉施設が4月の19日にグランドオープンいたしました。この温泉は、うん。2年前に、開通いたしましたはい。宮古崎トンネルの開通に合わせて、うん。その会社の社長さんがはい。地元出身ということで、山裾に何かしか、拠点施設になるものを作りたいという意気込みの中で温泉施設に挑戦をし、うん。素晴らしい施設が完成したところでもございます。私も、はい。しょっちゅう通ってましうん。て、やっぱりロケーションははい。奄美ならではのロケーションではないかと。うーそしてなおかつん。露天に入ってはい。水平線を眺めると、あもうこの奄美の自然の素晴らしさをあ。はい。もうさらに感じる場所でありますので、うん。はい。どうぞ皆様方も奄美初の温泉にはい。お越しいただいて、サウナで汗をかあ、き、サウナもはい、いいですね。そして水風呂でちょっうん。と水をかぶって露天に入っていたうん。だければ、温はい。泉のうん。効果が現れるんじゃないかなといはい。うふうに思いますので、どうぞお立ち寄りいただければと思いまはい。す。
はい。そちらの施設の方は宿泊もできるんですはい、よね。今現在は、はい。トレーラーハウスの宿うんう泊ん。が5棟準備されておりまして、今後、はい。利用の度合いによってはうん宿泊棟が増えていくあということもありますので、いや、いいですよね。あそこ本当に自然がいっぱいなところで、星もきっと綺麗でしょうし、海の音を聞きながら、いいですね。裏手には山があって、はい。山では鳥の鳴き声が聞こえるっていうね、ことも聞いておりますので、本当になんか自然の中に囲まれた宿泊棟があるというところであります。ぜひ私もサウナと温泉と入ってみたいと思います。ありはい、がとうごぜひざいます。ご利用されてください。はい。最後に、村民観光客への、メッセージをお願いいたします。はい、この奄美大島は、世界自然遺産に登録されて、我々としてはこれからがスタートだという思いを持っています。これはなぜかというと、まだまだ、奄美では、守っていかなければならないことが、たくさんあるということを我々がしっかり、その責任を果たしていかなければならないという思いの中でございますので、どうぞ、村民の皆さんもこの皆さんの周りには素晴らしい自然が日本だけじゃない世界からも注目される素晴らしい島だということを皆さんも自慢にし誇りにしていただいて、そしてお互いでしっかりこれからも自然を守っていただければというふうに思います。また奄美に訪れて来られる観光客の皆さんには本当にルールを守って、そして自分のこのスタイルで海や山や川に出向いていって自然と触れ合いながら奄美の良さを楽しんでいただければありがたいというふうに思いますので、どうぞ皆さんで奄美をまた PR していただければ大変ありがたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。大和村移住院村長に貴重なお話を聞かせていただきました。移住院村長、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。